皆さんこんにちは。今回は Sai2Go と生活に役立つメンタルヘルスチャンネルのコラボ動画をお届けいたします。Sai2Go とはカナダを拠点として心理学やメンタルヘルスに関する内容を世界に配信しているチャンネルです。メインチャンネルは登録者1000万人を超えており、世界的に有名なチャンネルです。一方で、生活に役立つメンタルヘルスチャンネルとは、多くの精神科医とカウンセラーがチームとなり、うつ病、パニック症、統合失調症などの精神疾患だけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など、生活に役立つメンタルヘルスに関する情報を発信しているチャンネルです。今回は、Sai2Go と生活に役立つメンタルヘルスチャンネルで、世の中にもっとメンタルヘルスの知識が広まってほしいと思い、コラボすることになりました。そこでコラボ動画として日本語版動画を Sai2Go の日本チャンネルで配信、英語版動画を生活に役立つメンタルヘルスチャンネルの英語版チャンネルメンタルヘルスフォーライフで配信していきます。それでは Sai2Go と生活に役立つメンタルヘルスチャンネルで今回はうつ病とはどんな病気なのかについて解説していきます。2017年の WHO の発表によると、世界のうつ病の患者数は3億人を超え、全人口の 4% 以上を占めるようになりました。さらに、コロナ禍を通して患者数が 1.5 倍に増えているというデータも出てきました。うつ病を放置していると働けなくなり、生きることに価値を失って命を絶つこともあります。今、最も注意しなくてはならない病気の一つであると WHO は警告しています。もちろん、日本もその例に漏れません。厚労省の発表では、140万人の日本人がうつ病で治療を受けています。恥ずかしいと感じて精神科を避けている人、うつ病に気づくことができずに苦しんでいる人を含めると、実際にはこの2倍以上の日本人がうつ病を患っているのです。誰でもなる可能性がある病気なのに、意外とその正体が知られていないのがうつ病です。それでは、うつ病について4つのことを紹介します。1、うつ病の症状。うつ病はある日突然起きる病気ではなく、気づかないうちにじわりじわりと心が侵されていく病気です。きっかけは辛いことを我慢している、勉強や仕事の量が多すぎて無理をしているなどのストレスが多いのですが、そればかりではありません。昇進して責任が増えた、新居に引っ越して環境が変わったなど、むしろ喜ばしい出来事であっても、心がその変化についていけないことからも起きます。また、出産や更年期などの体の変化によっても起きることがあります。症状の中心は、気分の落ち込みと物事への関心がなくなることです。朝目を覚ました時から気分が優れません。また一日が始まるのか、と落胆して、この暗い気分は朝だけでなく一日中続くのです。楽しかった音楽も動画も面白く感じません。できれば誰とも会いたくないので、休日は外出しなくなり、部屋でゴロゴロしていることが多くなります。物事の捉え方や考え方にも症状が現れます。これまで気にしなかったような小さなことでもくよくよするようになり、次から次へと不安が絶えません。ちょっとした失敗でも自分はダメな人間だと落ち込みます。できれば消えてなくなりたいのです。さらに自律神経系を通じて体の症状が見られるのも特徴です。体が重く土日に休んでも疲れが取れません。眠りが浅く悪夢を見ます。食欲が落ち、好きだった食べ物も美味しく感じられず、どんどん痩せていくこともあります。全く関係ないように思えますが、動悸や息苦しさ、腰痛などの痛みが起きる人もいます。2、うつ病の原因。ストレスが引き金に起こることが多いため、うつ病の原因は心理にあると思われがちですが、実際には脳、社会環境、生きがいや信仰などのスピリチュアルな問題など様々な要素が絡んでいます。特に脳の問題は大きく、脳内物質であるセロトニンの分泌が減っていることがうつ病の大きな原因の一つです。うつ病は心の病気でもあり、
脳の病気でもあるのです。3、うつ病の治療。病院で行われるのは薬の治療が中心です。脳のセロトニンを増やすために抗うつ薬が処方されるのが一般的です。また、何よりも十分な睡眠が大切なので、補助的に睡眠薬を使うことがあり、さらに不安でゆっくり休めない場合は安定剤も使います。こうした薬の治療を通して数ヶ月から1年くらいで本来の自分を取り戻すことができるでしょう。薬とともに大切なことは十分な休養を取ることです。ところが、お金や仕事の問題などが絡み合い、ゆっくり療養できないのが現実です。中途半端なままで復職したり、復職してから無理をしてしまい、半数近くの人が再発を経験します。人によっては慢性化して10年以上も薬を飲み続けることも珍しくありません。4. うつ病の初期症状と予防。我慢や無理をしているうちに気づかないうちに病気は始まっています。少しずつ初期の症状が出ているので、いつもと違う自分の変化に気づいて早めに治療を受けたり休みを取るようにしましょう。初期の症状としては疲れが取れない、仕事にミスが出る、夢をたくさん見る、食事が美味しくない、趣味を楽しめないなどがあります。頭痛、頑固な肩こり、腰痛などの体の症状が最初に出る人もいます。こうした SOS のサインを見逃さないようにしましょう。ところが、怠けかな、努力不足かなと勘違いして、うつ病のサインを放置してしまう人が多いのです。いつもと違う状態が2週間以上続く場合は、うつ病を疑いましょう。今回はコラボ企画として、今大きな社会問題になっているうつ病について説明しました。Sai2Go と生活に役立つメンタルヘルスは、共に皆さんのメンタルヘルスを守るためのチャンネルです。そして今回のコラボ企画をきっかけにパートナーシップを組ませていただくことになりました。これからも皆さんの役に立つ動画を配信していきますので、両チャンネルをよろしくお願いいたします。